車内の照明が落ちた瞬間、自分の目が真っ先に探すのは非常口の緑の光でした。周りには何十人もの乗客がいるのに、なぜかその瞬間だけ自分一人で起きているような気がしてくる。そんな感覚に覚えはないでしょうか。岩観光札ラジオへようこそ。今日取り上げるのは夜行バスの消灯後に感じるあの落ち着かなさについてです。消灯のアナウンスが流れて車内が一気に暗くなる瞬間、多くの人はホッとすると言います。長い移動の緊張が緩み、やっと休めるという安心感。でもその安心の裏側で静かに気になり始めるものがあります。独立した座席の間には薄いカーテンが下ろされ、それぞれの席が小さな個室のようになります。支給されたスリッパに履き替え、毛布を膝にかけると、外の世界から少し切り離された感覚になります。隣の座席のリクライニングが小さくきしむ音、毛布が擦れる音、誰かの寝息、小さな咳払い、前の座席にもたれる背中の重さの気配、普段なら気に求めない生活音が暗闇の中ではやけにはっきり耳に届きます。これは単なる気のせいでしょうか。それとも暗さが音を大きくしているのでしょうか。実はここに最初の小さな違和感があります。明るい場所では気づかなかった音が暗くなった瞬間に急に存在感を増す。これは目からの情報が減った分、耳が普段より働こうとするからだと言われます。つまり暗闇は静かになっているのではなく、聞こえ方が変わっているだけなのです。エアコンの吹き出し口から一定の温度の風が足元に静かに流れ続けています。その音の低さも暗闇の中ではやけに存在感を増して感じられます。窓の外を見ても街灯の光がゆっくりと流れていくだけで景色として意味を結びません。カーテンの隙間から漏れる光が座席の背もたれの上を一定の間隔で通り過ぎていきます。その代わりに音や気配の方が急に存在感を増していきます。そして気づいた時にはもう一つ小さな緊張が生まれています。物音を立てないようにする自分、隣の人を起こさないようにカバンを探る手を止める、ペットボトルの蓋を開けるのも少しためらってしまう。その瞬間、車内の静けさを急に強く意識してしまう。さっきまで気にならなかった静寂が急に重たく感じられる。これが最初の落ち着かなさです。何も起きていないのに自分の存在だけが浮き上がって見えてくる感覚。これは何か良くないことが起きているわけでもありません。ただ暗闇と静けさが重なると、人は自分の気配に過敏になってしまうだけなのです。でもその過敏さこそがこの違和感の入り口になっています。しばらくすると車内はさらに深い静けさに包まれます。タイヤが路面をこする音だけが一定のリズムで続きます。高速道路のジョイント音が一定の間隔で車体を揺らします。トンネルに入るたびにオレンジ色の光が車内の天井をゆっくり流れていきます。その光が消えるとまた元の暗さに戻る。その繰り返しが時間の感覚をさらに曖昧にします。今が何時なのか、あとどれくらいで着くのか考えようとしても暗闇の中ではうまくつかめません。運転席の方を見るとケーキの小さな明かりだけがポツンと灯っています。その光もまた誰かのためではなく役割のためだけに灯っている光です。そしてふと目を覚ました時、視界に飛び込んでくるのがあの緑の光です。非常口を示すためだけの小さな灯り、本来は安全のための表示に過ぎません。
でも暗闇の中でその光だけが規則的に並んでいるのを見ると、なぜか妙に落ち着かなくなります。なぜ安全のための光を見て安心するどころか落ち着かなくなるのでしょうか。考えてみると、その光は誰かのためのものではなく、非常時のためだけに存在しています。普段は意識されず、緊急の時だけ意味を持つ光。非常口の光が緑色をしているのは、暗闇でも人の目が最も認識しやすい色だからだと言われます。つまりあの緑は、人を安心させるためではなく、どんな暗さの中でも確実に見えるようにするための色です。その割り切った目的が、逆に人の心を少し他人事のように感じさせます。夜行バスに限らず、劇場や地下街や飛行機の中にも同じ緑の光があります。でもそれらの多くは人が動いている場所にあります。夜行バスの車内は誰も動かず、誰も声を出さない状態が何時間も続きます。その静けさの中でだけ、この光は特別な存在感を持ち始めます。その光だけが今、自分の視界の中で唯一はっきりと灯っている。周りの誰も気づいていないのに、自分だけがその光を見つめている。隣で眠っている人は、きっとこの光を意識していません。自分だけがこの光の意味を考えてしまっている。前方をちらりと見ると、バックミラーに映る運転手の顔がケーキの光にうっすら照らされています。運転手だけはずっと起きたままこの暗闇を見つめ続けているのだと気づきます。その事実に少し安心しながらも、自分の孤立感は消えてくれません。この感覚が夜行バスの消灯後にある最初の大きな残です。人に囲まれているはずなのに、自分だけが起きていて、自分だけがその光を見ている。その孤立感が静かに積み重なっていきます。一度その光を意識してしまうと、なかなか目をそらせなくなります。規則的に並ぶ緑の点は、どこか信号のようにも見えて、でも何かを知らせているわけではなく、ただそこにあるだけの光です。その説明のつかなさが余計に気になってしまいます。少し離れた席で誰かのスマートフォンの画面が一瞬だけ明るく灯ります。その光がすぐに消えると、車内は前よりも少しだけ暗く感じられます。明るさが一度差し込んで消えるだけで、暗さの印象がこれほど変わるのかと驚かされます。深夜のサービスエリアという場所自体もどこか独特な空気を持っています。普段ならにぎわっているはずの駐車場が、数台のトラックのアイドリング音だけを残して静まり返っています。自動販売機の光の列だけが等間隔に並んで暗い駐車場を照らしています。サービスエリアでの休憩はその感覚をさらに強めます。外の光と空気に触れて少しほっとした後、再びバスに乗り込むと、車内はさっきよりもずっと暗く感じられます。明るい建物から出て駐車場を歩く数十メートルの間、自分の足音と遠くのアイドリング音だけが聞こえます。自動販売機の明るすぎる画面が駐車場の暗さの中でやけに浮いて見えます。洗面所の白いタイルと白すぎる蛍光灯に照らされて、鏡に映る自分の顔がやけにはっきり見えます。数分前まで暗闇の中にいた目には、その明るさが強すぎて一瞬だけ現実に引き戻されるようです。自分の席に戻るまでのバス通路のわずかな距離、足元の非常灯だけを頼りに歩く時間、このわずかな距離が思いのほか長く感じられます。明るい休憩所から暗い車内へ戻る境目、その瞬間だけ
自分の足音がやけに大きく響きます。早く座席に座って落ち着きたいと感じる。この感覚もまた悪いことが起きているわけではありません。ただ明るさと暗さの差が大きいほど、人はその境目で一瞬だけ強い違和感を覚えるのです。これが2つ目の山になります。安心できるはずの車内に戻っても、その安心感の前に一瞬だけ強い緊張が挟まれる。外の明るさから車内の暗さへ、その落差そのものが違和感の正体の一部なのです。座席に座り直してシートベルトを締める音だけがやけに大きく聞こえます。バスが再び走り出すと、その振動にホッとする自分がいます。でもその安心感が訪れるまでのほんの数十秒間、その短い時間だけ妙に心細さが強くなっています。ここまでの流れを少し整理してみましょう。消灯後の車内では音が普段より大きく感じられ、物音を立てないようにするほど静けさそのものを意識してしまい、非常口の光だけが自分の視界に残り続けます。そして休憩からの帰り道では、明るさと暗さの差が一瞬だけ強い違和感を生みます。これらはすべて何かが起きているわけではありません。ただ人間の感覚が暗闇と静けさの中で普段より鋭くなっているだけです。でもその鋭さが自分だけが起きているという感覚を強く印象づけてしまいます。大勢の人に囲まれているのに孤独を感じる。これはとても不思議な矛盾です。本来なら人が多いほど安心できるはずです。でも眠っている人たちに囲まれると、逆に自分だけ浮いているような気持ちになる。これは人の気配がないからではなく、人の気配があるのに共有されていないからかもしれません。隣にいる人は眠っていて、自分の意識には気づいていない。その非対称さが静かな孤立感を生み出します。カーテンを少しだけ開けて、窓側の乗客の横顔が外の光にぼんやり浮かぶことがあります。でもその人もまた眠っているのか起きているのか、こちらからは分かりません。同じ暗闇を共有していてもお互いの状態が見えないことが、この孤立感をより静かなものにしています。昼間のバスなら隣の人と目が合うこともあります。外の景色について短い言葉を交わすこともあります。でも消灯後は誰とも視線が交わりません。同じ空間にいながらそれぞれが別々の暗闇の中にいる。そんな感覚が静かに広がっていきます。考えてみれば、これは夜行バスに限った話ではないのかもしれません。満員電車の中でも大勢の人に囲まれながら誰とも目を合わせずに過ごす時間があります。その時は気に求めない感覚が暗闇と静けさという条件の下では急にはっきりとした形を持ち始めます。普段は気づかないほど小さな孤独が夜行バスの消灯後という特別な時間の中で少しだけ拡大されて見えているのかもしれません。電車の夜行寝台にも似たような静けさがあります。でも寝台にはそれぞれ個室に近い仕切りがあり、非常口の光を意識する場面自体があまりありません。夜行バスは座席同士が緩やかにつながっている分、他人の気配と非常口の光の両方を同時に意識してしまう構造になっています。飛行機の機内も同じように消灯されることがあります。でもコードの中にいるという意識がどこかで緊張を保たせます。バスの場合は地上を走っているという安心感がある分、逆にこの孤立感に意識が向きやすいのかもしれません。そして非常口の光はそんな自分の孤立感を
象徴するように灯り続けます。誰のためでもなく、ただ役割のために光り続ける灯り。その光を見つめているのは、今この瞬間、自分だけかもしれません。もし途中で目的地までの時間を確認しようとスマートフォンを見れば、画面の明るさに一瞬だけ目がくらみます。その眩しさに自分の存在をまた意識させられます。明るさもまた自分だけを照らしてしまう装置なのです。目的地の街が近づくにつれて、窓の外の暗さに少しずつ明かりが増えていきます。信号機の色やコンビニの看板の光が規則的だった非常口の光とは違う生活の気配を運んできます。車内でもちらほらとみじろぎする音が増え、カーテンを開ける人も出てきます。さっきまで自分だけが起きているように感じていたのに、気づけば何人もの乗客が同じように目を覚まし、同じ窓の外を見ています。その瞬間、あれほど強かった孤立感が少しずつ薄れていくのを感じます。でも消灯後のあの数時間、確かに自分だけがその緑の光と向き合っていた時間があった。それは誰かと共有できない一人だけの時間だったのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、安全な光の孤独なのかもしれません。安全のための光がかえって自分の孤立を照らし出してしまう感覚。その光は誰かを脅かすためのものでも、不安にさせるためのものでもありません。ただ役割通りに灯り続けているだけの光が、たまたま静かな夜の車内で人の心細さと重なってしまっただけなのです。次に夜行バスに乗るとき、消灯後にその光を見つけたら、少し違う気持ちになるかもしれません。それまでは何気なく見過ごしていた小さな緑の光に初めて意味を感じる瞬間かもしれません。それは何かに怯える感覚ではなく、自分の感覚が少しだけ敏感になっている証拠です。たくさんの人に囲まれていても、ふとした瞬間に感じる孤独は誰にでもあるものです。それは決して珍しいことではなく、むしろ誰もが一度は感じたことのある感覚のはずです。夜行バスの消灯後は、その感覚がほんの数時間だけ静かに形になる時間なのかもしれません。暗闇の中で光る小さな緑、その灯りは今日も誰かの隣で静かに役割を果たしています。誰にも気づかれないまま、それでも消えることなく夜の車内をずっと見守り続けています。その静かな役割に少しだけ思いを寄せてみると、見え方が変わってくるかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。